逆に足が太くならない方法なので、いつの間にか走れる体に変わってくるので、ここに横に横にって言っちゃいがち。ついにフルマラソン2時間切りの時代がやってまいりました。ランニング大好きシンガーソングライターのイアルサンスイです。最近走り始めましたってコメントもたくさんいただきました。ランニングの世界にようこそ。皆さんね、いろんな目標があると思うんですけども、一番大事なことはとにかく楽しく続けること。何でもそうなんですけど、続けるってすっごい大変ですよね。特にランニングって苦しいイメージ、そして頑張って苦しまないと効果がないんじゃないか、そんなイメージある方も多いんじゃないかと思います。私自身もそうでした。苦しいほど頑張んなきゃいけないと思って追い込んで辛いからやめちゃったりとか、足つってしまって怪我しちゃったとかさ、そんな感じでやめてしまう方も結構多いんですよね。本当に私自身はダイエットきっかけで走り始めたんですけど、15年ちょっとねランニング続けてこれました。そんな中で気づいた点とか、これ知っときゃよかったな、これだったらもっと楽に続けられたな、そんな点ね今日はまとめていきたいと思います。私自身も初めて走ってもう覚えてるんですけど、もう辛すぎて3ヶ月ぐらい走んなかったんですよ。そうなんでかっていうと、めちゃくちゃ頑張って走ったから、もう多分ね今思うと 1,2 キロだったと思うんですけど、もうとにかく息も苦しいし足も痛くなるしで、今振り返って自分に言ってあげたいのは、歩いていいよ。そう初めてもうとにかく歩くぐらいのペースで走る。それでも少しなんかじわっと暑くなるじゃないですか。冬だったとしてもなんかこんな感じで走ってたらじわじわ暖かくなってくると思うんですよね。歩くのがこれぐらいだとしても走るのがこれぐらい、これでもね十分走ってる状態なんですよ。で辛くなってきたら歩いていい、辛くなってきたら歩いて OK って思いながら体を動かし続けていると、心肺機能とか毛細血管がだいぶ変わってきて、いつの間にか走れる体に変わってくるので、とにかく初めは歩いても OK、歩くぐらいの速さで OK。 とにかくね走り終わった後、なんか爽快感、達成感みたいのがあれば OK、 自分に OK を出していきましょう。ここでねよくもらう質問なんですけど、毎日走らなきゃいけないんですか？私は毎日走っておりません。もちろんね毎日走りたかったら走っていいんですけど、毎日走らないと走れるようにならないかっていうとそうではないです。休んでる間に体ってリカバリーしたりするので、もちろん休みを入れることってとっても逆に大切だと私は思って休み入れてるんですけど、でも今日走りました、次の日なんか今日も雨だし休んじゃう、なんか走るのもう忘れちゃったみたいな感じになってくるので、習慣化にはしといた方がいいんですよね。その時に走らない日は、じゃあ走る時間空いた分走りやすくするためにストレッチ入れておこうかなとか、ちょっと体幹トレーニング入れておこうかなとか、そんなこと入れておくと習慣化しやすくなってくるので、お休みの日はストレッチ、筋トレっていうのはすごくおすすめになってきます。さあここでどんなストレッチをしたらいいのでしょうか。これだけは絶対やってという3つをねお届けします。まず肩回しなんですけども、これは肩甲骨を動かしてるから肩が動いてる、そんなイメージで、とにかく肩甲骨を動かすね、寄せる、上に上げて下げるみたいな、そんな感じで肩を回していきます。そしてねじりの動きですね。普通の生活してるとさ、ねじる動きって全然出てこないじゃないですか。このねじる力がなかなか出てこないと走るのがだいぶ辛くなってきます。辛いだけじゃなくって本当だったらねスッスッって前に行きたいのに、ねじる力が弱いと横にっていっちゃいがちで、そうするとねなんかこの辺痛いなとか、膝痛いなとか、足首痛いなとか、腰痛いな、そんな原因になってくるので、ねじる力つけてあげてください。最後にコモドストレッチってちょっと足広げて少しね外に出してあげて、内側から手入れてあげます。でこのままお尻ポンポン動かしたりとか回してあげたりとか、そうすることによって股関節の動きがすっごい良くなってくるので、怪我防止だけじゃなくてお尻使ってねお尻をヒップアップしたいなという方にもおすすめ。この時ね腰がね曲がりやすいんですよ。辛いとこういう感じになっちゃう。これだと股関節全然効いてこないので、なるだけこの腰からぐーっと下げていくっていうイメージで、できなくてもいいからイメージはしていく。次に筋トレどんなのやったらいいのって、例えばねプランクとかみんなおなじみですよね。ちょっとね体幹入れてあげるトレーニングだったりとか、もうこれは絶対おすすめっていうのがランジですね。ランニングといえばねランジと言っても過言ではないぐらいみんなやっておりますよ。この時に膝がつま先より内側に入ってくるとまた膝痛いになってしまうので、つま先よりちょっと膝は外側っていうイメージで、そうするとお尻が使いやすくなってくるので、いろんな意味でね膝の向きがめちゃくちゃ大切になってきます。でこのまま下げて上げて下げて上げて
下げて上げてっていうのを繰り返す。じゃあランジ何回やったらいいのっていうところで、まずはね5回ずつからやりましょう。で5回ができるようになってきたなと思ったら7回7回8回8回10回10回って感じで、いきなり10回だ20回だってやるとこれもやりたくなくなっちゃうので、とにかくこんなもんでいいのっていうぐらいから始めてみてください。そしてね、これ怪我防止にぜひやってもらいたいのがカーフレイズです。これふくらはぎのトレーニングにもなるんですけど、女性だとふくらはぎ太くなるから嫌だ、私も実は思ってました。これね、実はふくらはぎの上の方がしっかり使えて、逆に足が太くならない方法なので、これねほんと近年なんですよ、私取り入れ始めたの。めちゃくちゃ大事なので、足が太くならないためにもやってください。前に行きやすいのね、こんな感じで前に行くって言うと意外とふくらはぎがちゃんと使えなくなってくるので、頭ちょっとなんか上から引っ張られるようなイメージで真上に行きましょう。なるだけ真上。不安定だなっていう方は何か持ってあげてください。ギュ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 。はい、これをねしっかりやってあげると着地の時のブレが減ってくれるので、筋肉で自分の体守ってあげるの大事。これをね1ヶ月ぐらい続けてみてあげましょう。頑張りすぎると続かなくなるので、もうちょっとやりたいな、もうちょっとできそうだなくらいでやめておくっていうところもポイントになってきます。走るって聞くともう誰でもできるってイメージ、私もそうだったんですけど、何年も走ってない体はいきなり走らされたらやっぱり怪我しちゃったりとか辛いなって思うようになってしまうので、走るって心臓、骨、関節にね負担がかかってくるので、体を作ってから走れるようになるっていうのが大事になってきます。さっきね歩くのと同じぐらいのペースで走ろうねっていう話したんだけど、なんかランニングってさこうやって走るイメージあるじゃない。本当にそうするとやっぱりきつくなってくる。なのでとにかく歩幅はもう小さくて OK です。これがね体への負担とかも少なくて怪我もしづらくなってくる走り方になってくるので、初めはねストライド、この歩幅を小さめで走っていくのが大事になってきます。走る時のテンポを 180bpm 程度、 bpm というのはテンポになってくるんだけど、このテンポに合わせるくらいで走るっていうのがストライドが広くなりすぎないのでおすすめです。どのぐらいかっていうと100程度だからね、なんとなくでいいんだけど、トン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 ってこんな感じで走っていくと体の沈み込みも少ないので、これでね怪我の防止にもなってきます。ということでね、しっかりまとめようと思ったけどあれこれありましたけど、1個2個ぐらいでもですね取り入れてみるとランニングがより楽しく続けられるんじゃないかなと思います。とにかく怪我せず自分の体作りをしていって、だんだんと走れるようになってくるを目指していきましょう。ということでまたうたらんチャンネルで楽しく一緒に走りましょう。バイバーイ。